日本人は欧米の人と比べると円預金だけで持っている人が多いです。去年から円安が始まって、外貨預金残高が9倍に増えたらしいんですけど、円が安くなってから買っても遅いんですよ。円が高いうちに先々円安になりそうだなと見越して買うのが投資です。11月10日に米国の消費者物価指数の発表があって、予想値より低かったので円安に触れました。物価高が収まれば米国の金融当局は金利を上げるペースを落とすからドルは下がると思って、投資家がドルを売ったということです。これで円安は終わったのかまだ分かりません。金利格差は大きいので、ドルで持つメリットはある。円預金のままで持っていたらドル換算で、資産が目減りしたことになるので、資産の2割を外貨にしてよかった。資産を分散するのも投資です。FX はコロナで利用者が増えました。100万口座増えたと言われています。ただ私みたいに一人で複数の口座を使う人も多いので、人数は口座数の半分ぐらいでしょう。継続的に取引している人はさらに10分の1ぐらいだと思います。日本で10万人ぐらいじゃないかと思います。継続的に取引している人は少ないです。口座開いて取引しない人は使い方がわからない人、そもそも FX が何なのかわからないで口座開いている人が多い。始めたけど利益が出ないからやめる人も多い。自分の場合は去年の8月にコロナでファイヤーして取引を始めて、今のところ月単位でマイナス時期はありません。始めた月の利益は1854円、先月と先月が5万円を超えて、年間の利益が24万4000円です。FX の主要な会社は16社ぐらいで、比較サイトがあります。アプリ、コスト、取引単位で比較して、総合評価をつけている。今回は自分銀行 FX で話します。比較サイトでは買いなんですけど、au 自分銀行と MUFG との連携がいいので、使っています。ポンターポイントもいい。アプリ機能は慣れなんで、あんまり変わりません。コストはスプレッドというんですけど、売りと買いの値段に差額があって、それが手数料。外貨預金も買いのレートと売りのレートが違う。それが銀行の手数料収入になります。外貨預金より FX の手数料は安いです。それがまずはいいこと。外貨預金と FX の違いは、外貨預金は現物決済取引で FX は先金決済取引なんです。外貨預金の米ドル口座に100万円預けてドルが上がり110万円になって引き出せば10万円の利益。この取引は100万円の現物がないとできない。ところが FX は証拠金というものを入れると何倍もの取引ができて差額を決済する。10万円の証拠金を入れて100万円の取引ができる。米ドルに1万通貨の買いを入れて10万円分値上がりした時に決済すれば10万円分を利益として受け取ります。証拠金に対する取引額をレバレッジと言います。10万円で100万円の取引をすれば10倍のレバレッジ。レバレッジが使えるのはいいことです。でも安全のために5倍までを目安にしています。10倍超えるとその前に損切りを考えます。証拠金が足りなくなるとマージンコールという証拠金を入れろと督促が来ます。入れないと没収される。
それが FX のリスクです。私はマージンコールの経験はまだありません。FX には下がっても利益が出るショートがあります。短いという意味ではないですよ。売りの意味。買いのことをロングと言います。米ドルのロングを入れるというのは買うということです。米ドルのショートを入れるというのは売ることです。ロングを入れて上がれば利益が出る。逆に下がると損失が増えます。ショートの場合は下がると利益が増え、上がると損失が増えます。上がると思えばロングを入れて、下がると思えばショートを入れる。ショートがあるのはいいことです。利益が出るとまめに利確するので、今マイナスのポジションが残っています。外貨預金との違いは他にもあります。外貨預金は通貨を選んで預ける。米ドル、ユーロ、5ドルなどなど。FX は通貨ペアを選びます。米ドル円やユーロ円だけじゃなくて、ユーロ米ドルやポンド米ドルなどいろいろ選べます。外貨預金は通貨と言うんですが、FX は通貨ペアと言います。外貨預金とは利息の考え方も違います。今、外貨の定期預金をすると金利が高いんですけど、これを FX ではスワップと言います。通貨ペアごと、買いと売りごとにスワップレートが日々更新される。米ドル円のロングは円を借りて預金をすることなので、円を借りる金利と米ドルを預ける金利に差が出る。米ドルの金利が高いからロングなら利息を受け取れる。逆にショートだと高い金利で借りて安い金利の円を預けることになるので利息を払うことになります。だからスワップレートを考えて取引しないと日数が経つとバカにならないので気をつけないとならない。取引するにはニュースとチャートで分析します。分析の仕方はいろいろあって動画解説があるので見てください。AI 予測もある。あんまり当てにならないんですけど、値が動く幅のレンジ目安に使っています。FX の基本機能は証拠金を見るマージン、取引状況を見るポジション、値動きを見るチャートと注文です。リアルタイムで売買するストリームだけじゃなくて、指値で売買する自動取引の機能もあります。あとはニュースを見るのも大事。高橋段が運営しているポストプライムという SNS も使っています。これだけ分かればあとは操作マニュアルがあるので、見れば分かります。今ドル円が下がって、利益が目減りしているんですけれど、それでも去年の8月から見れば利益が出ています。1年間で FX が一番利益率が高かった。資産運用を考えるなら FX は必須だと思います。5万円くらいの少額からできます。1万円だと全ての機能を利用できないので、練習にならないかなと思います。使い方が分かれば YouTube の FX 解説も面白くなると思います。